じゃあ日頃から空間と親しくする、空間に友達になってもらえるには何をすればいいのかっていうところにね、そこに実は宗教っていうものが出てくるんですよ。宗教って言ってもね、なんかこの前問題になったようなああいう新興宗教的なね、お金集め、そんなんじゃなくて、宗教心、信仰心、神を信じるという気持ちかな。それでね、例えば合気道の創始者の上島守平先生、晩年若松町の機械の道場で、守平先生の稽古が朝あったわけで、道主稽古が。で、1時間、冬寒い時に門人はこうやってね、みんな袴と稽古着きつけて待ってでしょ。そしたら守平先生が現れて、杖を持ってまずご神前の前でこうやってね、40分以上こうやって祝詞を唱えながらこうなさるわけですよ。でやっとね、それが実は神下ろしなの。本当にその40分ぐらいでうわーっと言って神が降りてこられてからすごいの、もう触れてないのよ。もうパンパカン、恩人かかってきなさいって言ってパンパン。今師範クラスになってらっしゃる先生方もみんなその頃は何アホなことを、いやなんで俺たち寒い何待ってんのこれみたいな。でもこれだったんだと。で結局15分ぐらいパンパカ飛ばされて、はい稽古終わりで。そういうことをなさってた。それからね、あとロシアの合気道って呼ばれてるシステマってある。システマ、ミハイル・ヤブコ先生、彼にもちょっと大阪で会うことができて稽古させてもらったんだけども、実はね、彼のやってるのはロシア正教に伝わってたキリストの活人術だ。で僕はたまたまね、広島の山奥でカトリックの方に伝わった同じキリストの活人術を受け継いでしまって、安江先生がそれでさっきのことができるようになったの。大学で合気道部に入って合気道やってた、これもう全然ダメ。もうやっぱ体のでっかい人の方が強い。でもそのイントン社様というスペイン人の神父様が受け継いでらっしゃったんですよ、そのキリストの活人術を。でそれを受け継がせていただいて、でそしたらシステマとほとんど技は同じなんですよ。でシステマも実は旧ソビエト連邦の陸軍特殊部隊の閣議として残って、でリャブコ先生そこで教えてらっしゃったでしょ。で実はスペイン人のその神父様もスペインのカタルーニャ地方の独立運動の闘士だった。だから本当に機関銃持ってそういう政府軍と戦ってた。その中で使われてた技なんで、ほとんど同じだったんです。でそのことをリャブコ先生に言ったら、いや実はそうだと。うちもロシア正教に伝わった、技で、うちは今は宗教色は出してない。でもお前のところでやってるのはちゃんとキリストの愛ということを、愛が大事だということを言ってるから、じゃあ俺のところでも一般の門人にも愛と言っていいかなと、言い始めてくださって、その後そうなさってるらしい。ただし一番の内弟子的な人はみんなロシア正教にまず入信させてて、でロシア正教に入った人には本当のことを教えてるんですって。やっぱり愛で。でリャブコ先生のお家にはロシア正教の祭壇があって、リャブコ先生自身が聖職者なので、毎日祭壇の前できちんとそういうご神事をなさって、その上でシステマを教えてる。なのでリャブコ先生もね、本当に同じようにほとんど触るか触らないかでポンポンです。だから結局ね、宗教、キリスト教も仏教も神道もあるいは他の宗教もみんな同じで、神様っていうのが空間とほとんど同じなのか、さっきの素領域理論の泡のこの白い石鹸液の部分がつながった、あれがひょっとして神様、神というものなのかもしれませんね。面白い。
ごめんなさいね、僕が一方的になんか。いやいやいや、もうそれが聞きたいんでありがたいんですけど、その漆柴先生が40分間わーっつってやってって紙を下ろしてたっていうことは、結局その安江先生が言われてた空間をこう良くしているという空間を左右できる、つまり空間を操ることができる状態にするためには、いわゆる宗教的には神下ろしの状態とか、そういうのにしなきゃいけないんですよ。で、実は森平先生は一般には技術体系は大東流愛技柔術の武田宗覚に習ったと、それからそういう神道系のね、さまざまな神下ろし的な秘技は大本の出口鬼三郎から習ったと、一般にはそう言われてるんですけど、でも違うんですよ。違うんすか？それぞれは確かに接触はあって、交流もあったんですが、違うんですよ。どちらも柔術系の技も、それから神下ろし的なそういう秘技も、実は九の鬼と書いて九上神流っていう神道系の武術体系があるんです。その当時の先生が久喜正隆先生、同じ九の鬼と書いて、名字としては久喜と読みますので、流派は九上と呼んで、でその先生と東京で交流があって、で九上先生から上柴森平先生は神下ろしの秘技も、それから九上神流の柔術の技、剣術の技、棒術の技習って、実はそれがほとんど合気道に。それがメインってことですか？それがメインです。武田宗覚は実は佐川先生がおっしゃってたんですが、武田宗覚と森平先生の接点は半年です。短っ。はい、北海道の北見が開拓の半年間だけだそうです。だからその間に、しかもその間の森平先生すごいんですよ。開拓の仕事してたからご自分で木の根っこを抜けるぐらいの力持ちだったんですよ。だから当時の映像が残ってますよね。合気道の始められた頃の、もう力でもうこんな感じの方でした。はい、それが晩年はもう僕のように細い。そうですね。はい。でそれがもっとすごい。でそれは実は東京に来られてから九上先生と出会われて、そのいわゆる友達付き合いのような、お友達っていう感じでずっと交流があったそうです。もう師匠と弟子という感じを超えて、はい、だからこそ森平先生はそういう神下ろし神事みたいなことをだから僕も本当にイントンシャ様っていうスペイン人の神父様から習って、本当にキリスト教徒になって祈りぐらいしなきゃいけないんですけど、そういうの僕あんまり好きじゃないんで。でもその代わりね、日頃の生活の中で空間、神様、人間みんなにもうよろしくお願いしますで優しく、だからもういわゆるなんていうの、怒りっぽい人とか、それから威張ってる人もう絶対ダメです。もう空間が味方してくれません。だからね、正弘先生見てくださいよ。なかなかね、合気道の道場やってて、こんなににっこりしてね、よろしくお願いしますって、いや、もっとえばってますよ、こうやって。本当の道場やってる人は。いくら若くてもね、俺がって思ってる。そういう人には神様も空間も味方しないんです。だから本当のところは、もう彼らには分からないと思います。偉そうにしてる人には分からない。分からない。絶対分からない。その安井先生がやられてることで、特別なことといえばそれってことですか？それだけなんですか？だけです。例えばなんかその秘密のなんかその密教的ななんかそのお経があってみたいなとか、普通ね、朝早く起きて、僕朝早く起きるの大の苦手で、苦手なんですね。大体10時頃の後起きてきて、もう本当にね真面目なこと何もしてません。ただ、もうどこに行くのも何をするにも
物は大事に扱うし、物にもごめんねとかね、よろしくって言うんですよ、気持ちの中で。で、他に人がいなきゃ声に出すんですよ、よろしくねとかね。だから本当にね、車もね、ドア開ける時からエンジンかける時からよろしくねって声かけたりしてると燃費も良くなるしね、やっぱ空間が味方してくれる。なるほど。それが本当になんか物理空間に作用するっていう、そうなんです。物理空間と我々が思ってるのは、この泡の中の集まり、これが物理空間だと思って、でも実態はそのちっちゃな泡と泡の間にその石鹸液みたいに充満してるもの、つなぎ目みたいな、それがまあ神とか、言ってもいいし、なんていうの、サムシンググレートと呼んでもいいし、僕はねそれ完全調和と呼んでるんですけどね。物理学者の前でも僕この話するんですけどね、物理学者の前であんまり神とか言うと受け入れてもらいにくいから、完全調和とかそういうふうにごまかすんですけど、まあ同じもんですよ。それを空間の本質と、あるいは空間の裏側と呼んでもいいし、でもとにかくそこにお願いして、そこと日頃友達付き合いになってれば絶対こういう面白い現象が起きる。例えば日頃からね、腕立て伏せ毎日200回やり、それから鉄棒の素振りね毎日200回やり、それからね、回し蹴りね、何百回やり、サンドバッグをね、何百回叩いて、もうそれのためにね5時間例えば費やして1日で、他のことできないでしょ。そうですね、結構ね、人生なんかつまんないでしょ。それよりはね、ひょっとしてもっと世の中にはすごい先生方いっぱいいるわけよ。僕これね最近知ったんですけどね、武道の先生じゃない、お茶の先生、お茶の師範の先生がやけにこの人すごいなと思って、そしたらやっぱ違うんですよ。何ですか？彼がそのお茶のお手前のそのやり方の本質として、まずお手前に入る時にお客様と、ね、こう一礼をすると、これで決まるんだと。でその時に武道全般必ず一礼で始まるのは、一礼をすることによってその場の空間を操る権利を得るんです。ちゃんと彼の本に書いてあるんです。お茶の師範ですよ。お茶の師範というかお家元ですが、その礼をするとここの場の空間を自由にその後操る権利を得る。でそれは他の武道でも同じはずだと。で相撲があるでしょ。大相撲、ね、あれもともとは神道のいわゆる神道の手乞いっていう名前のあれも神下ろしの一つの儀式だったんですね。手乞いであれは何をするのかというと、神様が本当に降りてきたということを確かめるために、こういう村で、体のでっかい強い人を待機させておいて、痩せてた普通の神官の人に神下ろしをして、そこに神様が来たというのは普通分かんないでしょ。だからまずもう取らせるわけです。でもし神様が降りてれば勝てるわけですよ。巫女でもちっちゃくても細くてもっていう。うわ面白い。そもそもそういう神が無事に降りてこられたのかどうかを確認するのが手乞いで、そのために相撲取りっていう人が大きい人たちが集められて、それが相撲の始まりなんです。そうだったんです。それレスリングもそうなんですって。当時昔の古代オリンピックで最初の競技がレスリングとなんとかってあるでしょ。そのレスリングの競技はどうやってたのかというと、ギリシャの競技場に2人のレスラー、選手が集められて、すぐやるんじゃないんですって。それぞれ控室が用意されてて、その控室で彼ら選手がまず瞑想するんです。それぞれの控室で、でそのそばに神官が1人ずつついてて、
瞑想することによってその選手に神が降りてきたか否かを判定する。どちらも、でどちらにも降りてきた時に、それぞれの審判役の人たちが手を挙げる。降りました。でそれで初めて両者に神が降りてきて初めてこの競技場に2人がやってきて、神と神が戦う。それをみんなが見て、今年はこういうふうに世の中がなるとか、作物が今年はこうなるとか、そういうことが分かる、そういうご神事だったんです。レスリングも。うわー、面白い。だから本当に空間を操る、つまり神様と一体になる。だから神人合一って言葉が残ってるんですけど、人間も神と一体になる。まあそれが古来から達人と呼ばれてる人たちで、塩田剛三先生も、上島守平先生も佐川幸雄先生も、まあ、今もうね忍者の初見先生は絶対そうです。あと藪子先生もそうだし、そのお茶のお家元でも、まあ、お茶をねお手前をされるだけでももう神様につながってる。だってお茶を極める中でそのお茶室の中の空間をね自在に操るためにまずは深々とこのでそのための作法だ。面白いでしょ。めちゃくちゃ面白いですね。ありがとうございます。僕はね実はね、武道とか合気道の真髄っていうのはもうそこだと思ってるんですよ。力学でね、どうのこうのと、まあそんなことはね、まあ好きな人はその程度の理解で済めばいいけど、そんなことで人を倒せるようになったところで、あんまり世の中の役に立たないですよね。